しい安い言うんでね、こう知ってくださった方がね来てくださるからね、まあ今までの経験したこともない行列ができたりしてから美味しそうでしょ。いやでもこの値段でないよ。ない。梶山さん？うん、梶さん。下の名前は梶山敏子。敏子さん。はい。そう、お母さんの人柄がいいなと思って。どうぞ。今お店は何年ぐらいやってるんですか？私はね、昭和40年の2月から始めたからね。すごい覚えてるんですね。2月分かってるよね。58年。58年、すごい表彰されてたりしますね。そうね、長いけ使ってるから5年ずつにまあ私も来てくださる人お客さんはねですからね、だからそうだし、取材したらまた来てくれてる人がほとんど、あれでしょうね、美味しい思ってくれてるんでしょう、早いしできるのが。確かに早かったでしょ、早いでしょ。コツがあるんですか？なんかいやコツがあるわけじゃないけど、まああれが温度が高いのかな。温度が高いし、鉄板小さい。小さいから火が。場所はね変わらんわけじゃないんですけどね、ここ主人の敷地なんですが、だけど3回58年のうちには3回変わっていうのが、2回目の時は道路に取られたからね、店を今の緑地帯ね、そこに原爆のどさくさに紛れてから全部家が建っとったんですよ。お店屋さんがいろんなお店屋さんがね建てたのが緑地帯に返すために移動してなきゃいけないって、その中にお好み屋さんもあったんだけど、戦後建てた家にね4畳半一間足して、そこで子供がその前の年の39年のオリンピックの年にね、男の子が生まれとったんですよ、赤ちゃんを連れて始めたいうのがね、あと主人の弟と私は同い年ということで、その弟がやってみたらどういうふうな言ってくれたからね、でまあ子供も生まれとったから、弟と妹が面倒見てくれて、でやりだしたんですよ。私らは被爆してね、で私も母親がその時亡くなって、主人も母親が同じように亡くなって、で親の後ろだっていうのがないから、私らが頑張ってその子供を、お好み焼き屋さんも繁盛しとったんですよ、工事が。道路の工事、橋の工事、トンネルの工事ね建設工事、何もかもね、今私がやりだした58年間の間にね詰まっとったからね、その工事自体が。だからまあよう頑張ってこれってね、まあ良かったんですけどね。だけどこんな狭い店だからなんせそんなにいっぱい入れるわけじゃないしね。今日、8人しか椅子が 8席しかないからね。だけどまあ今はね、
もうすっごい物価高騰でね大変ですよね。大変でしょ。でそれが値上げをせずに頑張っとるからね、昭和の頃から。昭和から？もう36、7年は値上げしてないんですよ。待ってね。どうぞ。はーい。お母さん今何歳なんですか？ちょっと質問昭和16年の5月31日生まれだからね。はい。来月で82歳。82歳？はい。それで58年間やっとるんだから、正式にはね23歳と10ヶ月ぐらいかな。結構朝早くからやってんのかなと思ったんですけど、準備とかもどうして？まあ準備なんかやら買い物やらは主人がしてくれるからね。旦那さんが？私はまあ普通は11時から6時までだけどね、まあ早く帰ってきとったら治療行ったりね、買い物行ったりするからね、私も。だからそれが行ってない時だったらもう10時半頃からやってるようにして、臨機応変にやっております。はい。弟の夢やらがずっと長年30何年も手伝ってくれてたんだけど、もう6年半ぐらい前に脳梗塞になって倒れちゃったからね。でもう車椅子の生活になってるからもうダメ。それまではもう私楽させてもらったから2人でやりよったから、今はもう主人はようやかんから私が全部やかねやいけんけんね。お父さんなんか準備というか、買い物と準備と後片付けと、で夜の鉄板磨いたりするのも見なしてくれる。広島の現代美術館ができた時にお近くじゃいうので、ここの美術館の人が紹介しちゃったんだわ。今頃もうスターになってしまってからお客さんでもちょっと写真一緒に撮ってくださいじゃのなんじゃの、もうね有名人もうほんと有名になったもんじゃねえってからねもういやだからご要望に応じるんですよね。元気になるんじゃないですか、お母さんの話聞いたりすると。そうです。お客さんがまあかもわからないね。会いに来たみたいな。面白い思ってくれてるでしょうよ。それ面白いっていうかすごいというかもう言いたい放題ですね。赤ちゃん右？赤ちゃん右。はい、ありがとうございます。はい、ありがとうございました。原爆いうのはね、4歳であったらね、親の顔も覚えてないしね、それ年頃になった人だったらもうみんな悲惨ないで皮膚が垂れて歩き落ちちゃったの見たり、そういうあれは全然ない。記憶がない。記憶がない。広島市にはいた？いたんですよ。直接被爆ですよ。自分が爆心地から近いところ、ここよりかもっと 1.2 キロのうち。1.2 キロが。だからね近いんだけど、そういう記憶がない。1歳違いの弟がいるんですけど、弟が生まれた年にもう父親は病気で結核で亡くなったんだよね。お父さん？それ自分の母親のところだから私のおじいさんおばあさんのところへ預けて働きに行った。でその日は会社の建物疎開があるとか言うんで早う出て行って、でもうどこで亡くなったかは分からない。なんか家の中にいたから大丈夫だったんですか？私もじゃし主人の方もね家の中にいたから。出会いいうのはだからね、主人との出会いいうのは、例のその
精神親、精神養子精神親いうの精神親っていうのは一緒に暮らすわけじゃなくて一緒に暮らすんじゃない、援助してくれて気持ちってことですね。精神的にもね、物質的にも心のつながりというか、まあクリスマスなんかにはプレゼントくださったりとかね、まあ、人それぞれじゃけどね、形がありますよね。まあありがたかったですね、そりゃ。今から考えてもね、そりゃ。なんでね値上げをしないか言ったら、私らが子供の時にその原爆にあって親が亡くなって、その後ね精神親とかいう制度がちょうど私ら救われて、でいい思いをさせてもらって今日があるからね。そういうことだったんですね。でまあ主人が定年した時からね、まあ値上げせずに頑張ってみよういうふうにね頑張り出したんですけど、このあまりにも今ねでさっきのような感じになって、あれ資金箱も作ってくださったりしてからまあ何度か頑張っております。皆さんのね熱いお気持ちを汲んで私も治ったらまたやりだしたんですが、やりだしたら楽しいしね、やっぱり。だからもうくたばるまでやらねしょうがないと思って。